かわいいパティをご覧の皆さん、ピカリンです。ピ様です。今日はですね、ピカリンがお気に入りのアイテム、あとおすすめしたいアイテムを紹介したいと思います。まず、こちらですね。じゃじゃーん。これ、ジェイソンゲームですね。ちょっとさ、これ読めないんだよね。いつも思うんだけど。フライデーザ13。ザゲームしか読めない。いつもさ、サイトでさ、コピーしてそのままさ、タグとか貼ってるからさ。まあ、とりあえずジェイソンゲームですね。13日の金曜日の、っていうやつです。映画見たことある人は、このゲームやったらもう感動するよ。感動の嵐ですよ。半端ない、もう原作そのものって感じのクオリティです。そう。で、なんで紹介したかっていうとですね、日本でもね、なんとね、発売されることがね、決定したんですよ。おめでたいですね。そう。これもね、一応日本語入ってるんですけど、ちゃんと日本版っていうものが発売することが決まったらしくて、非常にもうね、今から待ち遠しいですね。でもなんか、これネットゲームと PS4 であってですね、やっぱどうしてもネットユーザーの方が多くて、でも日本版が発売したら絶対 PS4 ユーザーが増えると思いますので、非常に皆さんとね、やれることが楽しみですね。マッチングできたら嬉しいなって思いますね。どんなゲームかって言いますと、ジェイソン1人と、あと村人7人ぐらいいるんですけど、その村人のことをカウンセラーって呼んでます。カウンセラーはつまり被害者ですね。で、ジェイソンが言ったら犯人、殺人犯みたいな感じで、ジェイソンが追いかけてきます。で、そのクリスタルレイクって言って、ジェイソンの原作の中でも出てくる街があるんですけど、その街の中でキャンプしてる若者たちが、言ったらリア充なんですけど、そのリア充どもを、ぶっ殺しに行くっていう、ぶっキルしに行くっていうゲームですね。キルの仕方がすごい色々あって楽しいんですよ。本当眼球をくり抜いたりとか、ハグ死させたりとか、トイレに頭突っ込んでやったりとか、色々ね、バリエーションも様々で、どっち側も選べるんですね、自分が。で、みんなオンライン上で生きてる人たちなので、すごい海外の人とかがよくね、ウェイウェイとかね、なんかジェイソンキルとかボイチャーがすごい聞こえてくるんですけど、海外の人が今は圧倒的にやってるのが多いかなと思うので、すごい日本発売が待ち遠しいですね。そういうゲームなので、ぜひ皆さんにもね、やっていただきたいなと思います。そして次がですね、こちらおすすめしたいアイテムですね。次はお気に入りではなくて、これですね。シナモンちゃんとか、これ誰？ボンボンリボンだ。シナモンちゃんとかボンボンリボンちゃんの今これがあるんですけど、これクロミちゃんもありますね。他にもマイメロとかもあると思うんですけど、これいつも前髪止めてるピンなんですけど、これ100均ね、ダイソー100円均一100円のお店で売ってるんですけど、これメイクするときに誰もが必要なね、女子なら誰もが必要なピンが100円のクオリティでこんなに可愛いものが売っておりますので、ぜひ普通のピンを使って前髪留めてる方はね、こっちをね入手したらメイクの気分もなんか一味テンションが上がるんじゃないかなと思います。おすすめです。そして次がですね、こちらエリザベスです。キャリーバッグになってます。こんな感じですね。こっちはルロールマニックっていうやつがついてるんですけど、これがなんだっけな、ジャンプがなんか30冊入る大きさかならしい。で、ちょっとね、白だから汚れが非常にね目立つんですよね。ちょっとお風呂入れないとな。お風呂入れるときね、湯船にこいつだけつけて、こいつがこう湯船に浸かってるっていう感じになるんですけど、これを持って羽田空港とか成田空港にいるともう絶対ね話しかけられますね、海外の方にね。すごい笑ってもらえるので友達が増えますね。めっちゃグローバルなアイテムだと思います。銀玉好きにはたまらないですしね。本当のエリはもうちょっと大きいかもしれないけどね、キュータロウってよく間違えられるんですけど、キュータロウじゃないエリザベスだ、ズラじゃないカズラだっていう感じで、これは非常にクールジャパンなアイテムだと思います。そして次がですね、このお洋服おべべです。
こちらはですね、H ナオトさんのお洋服なんですけれども、最近ピカリンたまにこのね、白いウィッグをかぶってるんですけども、こういうなんかちょっとね、中性的というか男装チックな、化粧とか、カツラをかぶった時には、すごくバッチリ似合うお洋服だなって思いますね。もうなんかこれね、ビジュってる感じありますよね。そう、ビジュってるっていう言葉流行らせたくてビジュアル系っぽいっていうことを、お前ビジュってんなみたいな、ちょビジュってないみたいな、唇開けたんだ、ビジュってんねっていう言葉流行らせたいなと思いまして、こちらですね。うわ、すごいかわいい。すごいなんかダークヒーローっぽくてめっちゃ可愛いなと思います。H ナオトさんは非常にね、こういうなんかもう私服で買ったつもりが衣装やんこれみたいな感じのコンセプトというかデザインが多いので、非常にね助かりますね。派手好き目立ちたがり屋さんにはすごくご用達なお店かなと思います。貢ぎ物でもらいました。ありがたき。さあ、ピサマのおすすめお気に入りアイテムたちどうだったでしょうかね。ぜひみんなもこんな風に使えるんだとかね、知ってくれればいいなと思います。そしてですね、ピサマからですね、お知らせが皆様にございます。なんとですね、ピカリンが初めて女優というものをね、務めてる、ドラマという名の映画が公開されることが決まりました。その名も、タイトルが少女ピカレスクというタイトルになっております。そしてね、可愛いあの子の眼球を舐めたり舐めなかったり舐めたり舐めちゃったり舐めなかったりだとかしておりますので、ぜひぜひね、首を激長にして待っていってほしいなと思います。まだね、詳しい詳細とかが出ていないんですが、もう出ると思いますので、詳細を待ち望んでいてほしいなと思います。そしてね、ぜひ見ていただきたいなと思います。そして、他のね、メイク動画もたくさん過去にやってきたやつがあるので、ぜひぜひそちらの方も見てみてください。そしてかわいいパティンチャンネル登録ぜひぜひ忘れずによろしくお願いたきです。にゃいにゃーい。